こんばんは、シュンパイロットきょうきょうです。今日もチャンネルへようこそ。さて、マイクロソフトフライトシミュレーター2024を楽しまれているユーザーの皆さん、フライトの没入感はこだわっていますか？最近は機体の再現度が上がり、見た目が美しいのはもはや当たり前となってきました。しかし、何時間もコックピットに座っていると、綺麗すぎてなんだか無機質だなと感じることはありませんか？実際のパイロットの仕事場はもっと生活感に溢れています。使い古されたチェックリスト、無造作に置かれたコーヒー、そして航空会社ごとに違う独自の備品。今日はそんなリアルな空気感を完全無料で追加できる2024ユーザー必見のコンテンツをご紹介していきます。今回ご紹介するのは Fuse Color the Sky という制作グループが公開しているリバリー関連のアドオンです。彼らは FlightSim.to でも非常に評価が高いホライゾンシミュレーションに参加しているグループで、2020自体から高精細なロゴやデカール、そして客室の内部に至るまで徹底的に作り込まれたリバリーを世に送り出してきました。その彼らが2024向けにリリースしているのが今回の主役 Fuse Z Core です。この Fuse Z Core 自体は単品では何も動作しない共通のアセットのモジュールです。簡単に言うとコックピットに置くための 3D モデルデータをまとめた箱です。これと一緒に対応した特定のリバリーを読み込むことで初めてそれらが画面に現れる仕組みになっています。リバリーとセットで使う少し特殊なアドオンです。インストール手順はまず FlightSim.to で Fuse Z Core を検索し、圧縮ファイルをダウンロードします。圧縮ファイルを展開すると次の機体モジュールファイルが出てきます。Phoenix A320 ファミリー、イニビルズ A320 ネオ、A330、A340、そして最後が A350 です。全部入れる必要はなく、必要な分だけコミュニティフォルダーに入れれば OK です。次に同じく FlightSim.to でアドオンの説明文に Fuse もしくは Z Core 対応と記載されたリバリーを探して導入します。現在はエアバス機がメインですが、PMDG737 への対応も予定されているとのことで、ボーイング派も目が離せません。それでは実際どのように変化するか見ていきましょう。2024を開いたら、機体の選択画面で A320 を選択。編成を選んだら、カラーリングでダウンロードしてきた EasyJet を選択します。コックピットに入った瞬間、景色が変わります。まず、目に飛び込んでくるのが、eCam 画面の下に置かれたノキア製の携帯電話。今のスマホ時代には懐かしい、石鹸のように頑丈な名機です。実際に欧州のエアラインでは、連絡用としてこういったデバイスが使われていたというリアルを再現しています。驚くべきは、これらが単なる飾りではないという点です。例えばその下には離着陸の乗客安全時に使う簡易的な札が置かれています。塗装の剥げ具合が長年使い込まれたベテラン機体の雰囲気を出しています。さらに後方に行くとロードシートやウェットティッシュが乱雑に置かれています。綺麗好きな方はクリックすることで片付けることも可能です。給油中はそれを示す赤い札が置けたり、パイロットや整備士が確認する整備記録もこんな感じに用意できます。さらに足元をクリックすれば実際の EasyJet 仕様の
チェックリストが目の前に出てきます。これがあれば別画面に専用のリストを表示しなくてもいいかもしれません。ガラスをクリックすればサンシェードを設置できます。日差しが強い日には必須装備です。さらに面白いのが飲食要素です。コックピット内でコーヒーブレイクが楽しめるだけではなく、上空に行けば機内食まで現れます。ここで注目してほしいのが、機長と副長のメニューが別々という点です。これは万が一の食中毒で業名が操縦不能になるのを防ぐという実際の航空業界のルールを反映しているんです。このこだわりたまらないですね。次に機体を変えてイニビルズの A350 イベリア航空のリバリーを見てみましょう。航空会社が変わればコックピットの中身も変わります。ここでは現地のスポーツ新聞やイベリア航空の特集雑誌が無造作に置かれています。さらに A350 の広いコックピットを活かしてお菓子が直接コックピットに置かれていたり、兵器の隅に何かを修正した痕跡があったりと、機体ごとのストーリーを感じさせてくれます。ジェットコアで変わるのはコックピットだけではありません。ギャレーにお菓子が追加されていたりと、ちょっとした変化があります。残念ながらつまみ食いはできません。これだけ小物を追加して動作は重くならないのか、結論から言うと FPS への影響は全く感じられませんでした。唯一の弱点は対応リバリーがまだ少ないことです。現在は欧州系の航空会社がメインで、JAL や ANA といった日本のエアラインでこの生活感を味わうにはまだ少し時間がかかるかもしれません。しかしこの Z コアが普及すれば、多くのリバリー制作者がこれを利用した素晴らしい作品を作ってくれるはずです。いかがだったでしょうか。デジタルなコックピットにアナログな人の気配を感じさせてくれる Fuse Z コア。無料でありながらここまでフライトの質を高めてくれるアドオンはそうありません。皆さん、コックピットは常にピカピカな方が好きですか？それとも今日ご紹介したような使い込まれた雰囲気が好きでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画を楽しんでいただけたなら、ぜひ高評価をお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。